よし、これをやろうって思った時に、すごいパワーで進む時があります。あなたの考えがパワフルになる話です。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日は力強い思考についてお話をします。超越瞑想の本では188ページ、電子書籍版では第3部生きる技術の第3章、考える技術のカッコ3、力強い思考のところです。あなたはいつも何かを考えていますよね。今この動画を見ている時も、どんな内容なんだろうとか、瞑想ってなんだろうとか、なんかお腹空いたなとか、眠いなとか、そんな感じでしょうか。そういう普通に考えていることは、大抵はすぐにできることが多いと思います。普通に考えているっていうのは、例えばですね、お腹空いたなと思ってご飯がすぐに出てきて食べるとか、あるいは眠いなと思って寝るとか、何かこれをやりたいなと思ってそれを行うっていうのは大抵はできていると思います。今回はそういう普通の考えを含めて、何か例えば大統領になりたいとか、大金持ちになりたいとか、大きな達成をしたいって考えていることについても、それをパワフルに実行していくための心の仕組みっていうのはどのようなものかについてお話をします。あなたの頭の中の考えがパワフルになるために必要なことが2つあります。まず1つなんですけれども、それは想念を作り出し発展させるために心の全潜在力が活用されることです。これは今の言葉だけを聞いて、あ、そうか、なるほどって思う人はいないと思います。ちょっと言葉が難しいと思うので、それを説明させていただきます。まずはですね、図を書いてみたいと思います。この図ですね、よく、この図が私の動画で出てくると思うんですけれども、これは心を海に例えています。海の表面っていうのは、波がありますよね。で、嵐が来ると波が高くなって、何もない日は波が穏やかと。で、天気とか、いわゆる外からの影響を受ける部分ですね。で、海の底っていうのは、外からの影響を受けずに、いつも一定の動きをします。もちろん海底火山とか言い出したらキリがないんですけれども、これは例え話なので、そういうふうに理解していただければと思います。で、ここの部分ですね。心があって、心の内側、ここには純粋意識と呼ばれる領域があります。で、私たちはこの超越瞑想っていうのは純粋意識を経験するんですけれども、この純粋意識、この想念の源って言われてるんですけれども、何か考えますよね。例えば、どっかこの辺を誰かがつねってたと、なんか痛いなって言ってふと見ると思うんですけども、この最初はこの痛い感覚があるんですよね。あれ、なんだろうと思って、あ、これは痛い。これが、これで言うと、最初に感覚的なものがあるんです。で、これが意識の表面に出てきたときに、あ、これは痛いと言葉で認識できるんです。ですから、想念、私たちが考えている領域っていうのは、だいたい、この辺ですね。表面のレベル、心の中の表面のレベル、これが言葉として認識されるもの。
で、私たちが普段心と思っているのはここです。で、現在意識とも呼んでいます。で、私たちは、ここから本来であれば考えているんですね。認識しているのはこの部分です。で、何かを物事を達成するときに、ここで考えて行動するとすると、ここの領域しか動かせないんですね。で、例えば料理を作るにしても、あの材料を買ってこよう、こうしよう、何しようっていうのは、この領域で考えると、この領域だけの活動になります。しかし、この全領域を使うと、言葉にならないところも活性化されて、全体で、行動するようになって、それで達成しに行くんですね。例えば料理をする時でも、なんとなく言葉にならないところで調味料をちょっと足そうとか、なんとなく誰かにちょっと助けてもらおうと電話したりとか、あるいはこの不思議なんですけど、第六感とかっていうのが、たまたま何か料理を夜作ろうと思った時に本屋さんに行ったら、今日の夜のレシピがあったとか、何か無意識って呼ばれるところでも何かが起こるんですね。この無意識のところ、潜在能力とも言うんですけども、この部分を使うことで、大きな達成を得られるという仕組みがあります。で、これがですね、また、ここで波を起こしても、波っていうのはこのレベルでしか動かないんですね。主に外からの影響の方が大きいんですけども、内側、この全体からですね、海を動かすと。下からのパワーですね。ここのパワーよりも潜在意識のパワーの方が大きいので、ここから動かすと自分で大きな波を作ることができます。普段は、外の台風とかそういうものの影響で自分の心が動かされているんですけれども、自分の内側から大きな波を作り出すことができると。これが心の仕組みです。ですから、全潜在力を活用することによって、あなたの目的を達成することができるというお話です。それでは2つ目です。2つ目っていうのは、自然の力があなたの想念を支えるということです。あなたの周りの世界があなたの想念に最大の力を与えるときにのみ、あなたの想念は最も強力になります。例えば、井戸のありますよね。最近はちょっと見かけないかもしれないんですけど、井戸の中にちょっと落っこってしまったと。その時にもう近くに誰もいない。どうしよう、助からないっていう時に、何か急に雨が降ってきたりとか、あるいは水が増してきて、でそこで浮いて助かったとかね、そういうこともあるかもしれません。でそういうのは、偶然助かったとも言えるんですけれども、何かあった時に自然から何か支援を受けて、でその人がうまくいくっていうことがあります。こういう事例は他にもあると思うんですけれども、何かしらうまくいく時っていうのは、自然からのなんとなくわからないけれども支援があるっていうことが往々にしてあります。例えば、あなたがこうして火を起こすとします。で、一生懸命やってるんですけども、その時に偶然でも風が吹いて、で、燃え上がるっていうことがあるかもしれません。で、それは単なる偶然に思うかもしれないですけども、そういうのも何か自然の支援を感じる時があります。あとはですね、例えば、お腹が空いてご飯を食べるって先ほどお話をしたんですけども、お腹が空いてご飯を食べるっていうのが普通にできない方々も世界にはたくさんいるんですね。お腹が空いた、食べ物がない。でももしあなたがお腹が空いて、この後ですね、ご飯を食べることが自然にできるんであれば、それはやはりこの環境ですね。多分日本人しか見てないと思うんですけども、日本のこの環境っていうものがやはりあなたを支援していると考えられます。
この自然の支援を得てるとか自然の力のサポートっていうことは感じないかもしれないんですけれども、もしあなたが何か達成しようとするとき、お金持ちになりたいとかビジネスを成功させたい、あるいは友達をいっぱい作りたい、そういう時に何かこう流れがあるとそれがスムーズにいくんですね。でスムーズにいく時っていうのは自分ではわからないかもしれないんですけれども、それっていうのは自然がサポートしてくれるということです。もしあなたが今何か抵抗を感じたり、何か自分がやろうとしてもうまくいかない、何か邪魔が入る、何かこう抵抗を感じるっていう時は、もしかするとそういう自然の力のサポートを得られていない可能性もあります。そんな時にはですね、超越瞑想を行って、この純粋意識を活性化することで、心の全潜在力を生かすことができて、それによって自然からの支援を、スムーズに受けることができると思っております。では、今日のお話をまとめさせていただきます。まずはこの普段私たちはこの表面の部分で、考えをして行動を行っています。そして、超越瞑想を行うことでこの全潜在力を使うことができて、で力強い思考ですね、考えによって、大きな達成を行うことができる。その時には環境の支援も大切だということです。超越瞑想はとても簡単にこういう能力を開発することができますので、ぜひですね、超越瞑想をあなたの生活に取り入れていただければと思います。超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで超越瞑想の説明会を随時行っておりますので、申し込みをしていただいて、ぜひご参加していただければと思います。私は群馬オフィスで超越瞑想を教えています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。